おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、海を描いてみようと思います。こちらです。はい、残念。動画をぜひご覧ください。油絵の具のすごい面白いところというかですね、グレーズしたりとか、ほんの少し厚く乗せたりとかですね、スカンブルとか、ちょっと難しい技法もあるんですけども、油絵の具の魅力をたっぷりお見せしようと思います。それでは、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。私はですね、白味という下地を使っていまして、これインプリマトゥーラという作業を行った段階の上に、これはコバルトグリーンという絵の具を完成油で、もうわけわかりませんって感じですよね。ちょっと今まで見てきた方にはわかるかもしれませんけども、ちょっと丁寧に、そのあたりをもう一度お話ししておこうと思うんですけども、私はですね、こういうふうに自分で地塗りを作っています。シナベニアというパネルにちょっとこれはね邪魔な毛がくっついていたんで、取っている作業をしてますけどね、シナベニアというパネルに、布をニカワというもので、貼って、炭酸カルシウム、またややこしいですね、貝殻とか、これね海の写真があるんですけど、この下の方にちょっと貝殻がありますけども、白っぽいでしょ。でこの白っぽい貝殻の粉、貝殻とかを細かくすりつぶしたものを炭酸カルシウムというふうに言うんですけども、それを、ニカワと混ぜて塗っていく。要はキャンバスより前の技法ですね。キャンバスができる前の技法。これのメリット、デメリットっていうのは、メリットとしては安価です。安くできるんですね。で、こういう白味の作り方とかっていうのも動画でお見せしておりますので、よかったらそういうのも参考にしてください。で、とか、平滑すごくフラットに、僕はもうキャンバスのこのブツブツした目みたいなのが気になって、なんか得てないんかなと思って、この技法というのにたどり着いてというか、本とかに載ってるんですね。で、そういう方法をとっています。で、その後にインプリマトゥーラという作業をしていて、要はこれ吸収がすごい強いので、この暗い茶色っぽい下地の色みたいなのを2層塗っているんですね。で、そういうのも他の動画等で細かくお見せしていますので、よかったらこれは概要欄の方にいくつか載せておきますので、参考にされてみてください。そして、波のところを塗っていってます。で、よくまた聞かれる質問っていうのは、僕溶き油ってあんま使わないんですね。初めにコバルトグリーンみたいな色をファーっと塗ってティッシュで拭き取ったりしていたと思うんですけども、要はそこに完成油、僕はポピーオイルを使ってますけども、ポピーオイルというものを薄くすり込んで、ほぼもうこれだけで描いているような状態です。で、この白に関しては、シルバーホワイトとチタニウムホワイトというものを混ぜ合わせて、ねちょーっとした状態の絵の具を作って、それでちょっと厚く塗ったりとかしていくということをしています。白をもう一回練り直しているという感じですね。普通の市販の絵の具はなんか硬い歯磨き粉みたいな状態やったとしたら、なんちゅうか水飴状のちょっとネトっとしたような状態にして、そうすると結構厚く塗れるんですよ。厚く塗るのインパストって言いますけど、難しい言葉いっぱい出てきてね、ちょっと覚えていってください。油絵の具っていうのはね、厚く塗ることができるっていう画材ですね。で、ほとんどもうその塗った状態のまま乾いてくれるので、もう自分の思った通りにというか、このぐらい厚く塗ろうと思ったら塗って、それが例えばアクリル絵の具とかだと若干水分とかが飛んでしまって薄くなったりするんですね。でも厚く塗ったりとか、乾かないうちに描いていく、ウェットオンウェットっていうんですけども、濡れた上に濡れた絵の具で描いていくというウェットオンウェットという方法を使って描いていってます。で、今回の動画は非常に油絵の具の面白さみたいなの、この段階だと何描いてるかわからないと思うんですね。抽象画みたいな感じで、よく写真見たいとか言われるんですけど、実際問題僕の絵とか本物見た方は大体、なんか意外と筆跡が残っている、かっこええなみたいなこと言ってくれるんですよね。やっぱそういうところってやっぱり絵を描いてる以上はやっぱり本物そっくりにそのまま写真を写しましたという風になってしまうんやなくて、絵の具という物質と対話すると僕言うんですけど、対話してあげるということが大事なんちゃうかなという風に思います。波が少しざわーっと上がっているところとかを描いたり、この辺には貝殻がザザーっと打ち上がってきているところを描いていっているわけでございます。こういう風にですね、絵の具を少しこれ1層目です。で、油絵の具のいいところっていうのは、僕は構造を作れるっていうことですね。絵の具の構造、もちろん構造を完全にここから乾燥させますよ。構造を作るということがでいきなりね書き出してます。これまたね、薄く絵の具を実はグレーズをした後ですに書き出しています。ちょっとそこのところ動画を撮っていなかったんですけども、
僕は常に書き出す前にはそういうふうに薄くグレージングっていう、フランス語で言うとグラシという作業をしていきます。なんて言うたらいいんかな、本当にこうレイヤーがかかっていく、今そっちの方が分かりやすい言葉になるかもしれないけど、層がかかっていくというような感じで層をかけていくということをしていっているわけですね。ちょっと。で本当に点がこういっぱいこうね、引きで見ると、イニチョウ派なんていうのは筆触分割法という方法を使っていますよね。筆ので触る筆触り分割法で、点描がわーっとこう積み重なってきて、で引きで見るといろんな色の集合体に見えて、そして引きで見たら青に見える、赤に見える、ピンクに見える、緑に見えるみたいな感じで、結構僕は筆触分割法に近いようなこともしますこともですよ。でだからこうね、同じ色をずっと海やから青を塗ったら描けるんじゃないですか、青だけでいけるんじゃないですか、そんなことはないですよね。皆さんそういうところにこういろんなところによく見てあげると、いろんな色を感じれるようになっていくと思うんですよ。でその感じるという力というのが非常に大事です。ね、物の見方っていうのがすごく一方的で、海は青、空は青みたいなね、雲は白とか言うて書いても書けないでしょ、案外ね。でだいぶこうね、2層目で密度が上がってきたの分かりますか？やっぱこれはグレーズという作業をしたことによって、これ例えばスカンブルってちょっと白っぽいでしょ。で白っぽいのをかけるのをスカンブルという、半透明の色をかけるのをスカンブル、透明の絵の具をかけるのをグレージングって言いますけども、でこうやってこう隙間も描きつつ、ちょっと絵の具の厚みも微妙に変えつつみたいなことをしていきます。グレーズ、スカンブルとかね、インパスト厚く塗ったり薄く塗ったりとかっていうことをしたりとかしていきます。原理原則としては明るいところに厚く僕は塗っていきます。私はですね、すごく伝統的な方法ではあるんですね。西洋絵画の本当美術館とか行ってね、見方変わったって人いっぱいおるんですよね。なんか全然違って見えますね。例えばこう知識的なもので、山田五郎さんの YouTube なんか見るとすごくこう美術史的なところでもっと面白く入れますし、技法的なところで見たら、僕の YouTube 見たらね、その当時の絵の描き方とあんまり変わらない描き方しているので、フィルメールってどうやって描いてんのとかっていうのが見えてくるかもしれませんよね。レンブラントってどうやって描いてんの、印象派ってどうやって描いてんのっていうのが見えてきたりすると面白くないですか？やっぱりこう何でもそうなんですけど、時代をやっぱり切り開いていった人はやっぱりこう後世に残っていく人っていうのは新しいことをしている。私はもしかしてね、こうやって YouTube をやってることが新しいことの一つかもしれません。もう技法を全部さらけ出して、別にそんなんね、全然今までもこう教職と呼ばれる仕事にほらね、細かいでしょ、ついていて教えてたわけなんですよね。でももうなんかこういろんな人に教えてもいいんちゃうかなっていう気持ちになってきたというか、もともとそういう気持ちはあったんですね。そしてまた完成させます。結局5層ぐらい塗ってます。だからこれはコバルトグリーンみたいな色を塗ってるんですけど、これはだからちょっとこう不透明の絵の具に近いからスカンブルみたいな感じかもしれないです。また紫色塗ってみたりとかね、薄い層をこう重ねて塗って、そしてこすって指ですり込んでとかして、完成だけで僕はしていってますよ。指ですり込んでますね。うわーってね。そうすると絵の具のボコボコとしたところに入ったりとかして、よりこう深みが出てきたりするんですね。でほら、これはグレーズに近いかもしれませんけど、ローシェンナじゃないかな、なんやろうね、イエロー系の茶系の色ですね。多すぎたと思ったら拭き取れる。これも油絵のメリットですね。油絵のメリットじゃないかなと思います。ちょっとこの波がわーっと立ってるところなんかグレーズといって、こうバーンとシェンナぐらいのちょっとこう赤茶みたいな色をぬすり込んでティッシュで拭き取ってとかしてね、こんな風にしてこう薄いレイヤーがかかってきて、もうちょっと塗った方がやっぱええかなみたいな感じで塗ってみたりとか、こすってみたりとかして、指ですり込んでみたりね、指ですり込んでるレオナルド・ダ・ヴィンチの絵とかにね、ダ・ヴィンチの指紋が残ってたなんていうのは有名な話がありますけども、要はそういうね、指とかですり込んでみたりとかするんですね。僕なんかはこう結構筆をこう短く持って描いていくタイプですね。こうやってね。でこれ右にキーガーのワンチンっていうものとかですね。これあると便利ですよ。油絵の具される方、こういうのも使ったらものすごくね、もう本当にこんなん秘密にしてたわけじゃないんで、もう本当にこう全然一般の皆さんにもねお見せできるようになったっていうのは僕は嬉しいなと思います。自分で作ったらいいんですよ。こういうふうにちょっとね丸みを帯びてる木なんていうの、カンナでこう丸みを帯びさせてるんですよね。カクカクとしてたらこう手がくっつくところで痛いじゃないですか。何言ってるか分かります？そして細かいディティールをこうやって描いていって、4層目ぐらいまで動画に撮って、おきました。
こういうふうに絵の具の層を重ねることによってよく言われるんですよ。透明感がすごいですって。やっぱ透明感ある画材なんですよね。グレーズとかスカンブルとか、半透明ですけども、スカンブルはね、こう透明不透明みたいなのをうまく活用して描いていったりすると、絵の具というものが何か物質が物に化けてくる、化けるっていうんですけども、何かに変わってくる瞬間みたいなのを体現すると、なんかっていうことが起こりますね。この体現するって大事ですよ。デッサンでもこれあるんですよね。なんかに変わった瞬間がみたいなね、ことがあるんですよ。単にね、鉛の黒のもので描いていったら、白黒で描いてるの何か色が見えてきたように感じるみたいなこととかがあったりするんですよ。これ本当ですよ。嘘みたい、なんか怪しい宗教みたいやみたいに思うかもしれませんけど、あるんですよね。そういう経験とかされていってみると皆さんいいんじゃないかなと思います。こういうふうにやっぱ絵の具の特性である透明不透明、インパスト、今ちょっと厚く塗ってますね。明るいところ厚く塗っていくっていうようなことをしていってます。伝統的な方法、古臭いって言われるかもしれないけど、そういうところからなんか新しいものとかを見出すということをされてみるのも僕はいいと思ってますよね。やっぱりそういうのを知った上でじゃないとなかなか語れないところあるので、古いところを知った上で、そうするとレイヤーなんていうのとかね、なんかアニメとか漫画とか分からんけど描くときにグリザー U なんて白黒で描く方法がね、デジタルの中でもあるっていうのを僕は本当に結構最近知って、そんなんここデジタルで使ってんや。もともと昔からあった技法ですよね。安価なんですね。白黒の絵の具というのは安い絵の具である程度トーンを整えておいて色をつけていくと、バルールがまたややこしいことを言われたわけわからんですね。またこういうことは次回以降にもお話できたらと思うんですけども、っていうことでちまちま描きながら密度が上がってまいりました。最後はすごく絵の具をチュッとか乗せていきますので、その毛先のところの緊張感みたいなものをぜひぜひ楽しんでみてみられたら、毛先の緊張感、サムネイルにそれつけたそうかな、毛先の緊張感っていうのを、ぜひぜひ最後お楽しみいただければと思います。こんな風に毛先に緊張感を持ってピピピピピピってね、そうすると画面に責任を取れるということに、この辺なんかもまさにそうですね。最後細かい描写をして完成へと向かっていきました。最後までぜひご視聴ください。コメントとかよかったらください。おっちゃんそんな嬉しいんですよ。本日もご視聴ありがとうございました。最後までよろしくお願いいたします。チャンネル登録してない人、ぜひチャンネル登録してください。ではでは。ご視聴ありがとうございました。小さい作品ですけどね、油絵の具の良さが十分に詰まった作品ではないかなというふうに思います。皆さんもですね、ぜひ油絵の具のことを理解して、こういう技法ができるんだっていうことをちょっと知っていただければと思います。これからもよろしくお願いいたします。それではまたチャンネル登録よろしくね。